俺の診察がいい加減？新人が誰に文句つけてんだよ。明日のオペの患者に無駄な検査入れて、予定を狂わせて、俺の邪魔しようってのか？助手としてオペで使ってやるから黙って見てればいいんだよ。だいたいお前の言っていることこそいい加減なこじつけでしかないんだよ。新入りのお前なんかに言われなくても俺はちゃんと自分の患者見てるっての。主治医の俺の判断に逆らうんじゃねえよ。一人で医者ごっこしてるお前に現実見せてやるよ。ここは病院。患者のカルテや資料を持ったままの俺は、先輩である医師の大川先生に詰められていた。大川先生の担当患者が手術する前日に検査結果にわずかな違和感を覚えた俺が追加検査を提案したらこれだ。患者や家族の話を聞かない医師としての口コミは悪名高い人ではあったが、仲間であるはずの人間にまでこの当たりの強さだとは思わなかった。どうも俺は新入りということもあってか、下に見られているので、当然といえば当然なのかもしれない。しかし、そんなところを納得したところで、俺の感じた違和感は消えない。黙って見てろと言われたが、手術は明日だ。今から俺にできることはないだろうかと、俺は頭をフル回転させて考える。その結果、俺は話が終わるや否や、ある行動を起こすのだった。俺は、幸田春俊、外科医をやっている39歳だ。今までは都市部の大病院にいたのだが、地方都市の病院に新しく勤めることになった。都会に疲れた俺の体に緑の増えた光景で吸うきれいな空気が染み渡る。勤務初日、院長に挨拶を終えた俺は、直々にある人を紹介された。慣れるまでいろいろ教えてやってくれという言葉とともに現れたその人こそ、俺の先輩医師、大川守だ。三人でいるうちは普通に会話することができたのに、院長がいなくなった途端に大川先生は驚異の変貌を遂げるのだった。はあ、新人指導とかやってらんねえな。お前、なんでこんなとこに来たの？前の病院でどんなヘマしてきたんだよ。実は医学部入るのに何年もかかって、年齢の割に腕ありませんとかそういうオチか？おー、怖い。まあ、興味はねえけどよ。俺の足手まといだけはしてくれるなよ。これだけ言うと、とっとと去っていってしまったのだ。置いていかれて一瞬あっけに取られた俺だが、すぐ気持ちを立て直してついていき、どうにか最低限の説明をしてもらうことはできた。しかし、その後は本当に放置だった。俺の元職場は教育体制も充実し、医師も精鋭揃い、他の病院から見学や研修に来るほどの実績を誇る有名なマンモス病院だった。しかし、大病院ではできないこともあるのだ。だからこそ、この病院にやってきた。しかし、それを説明すらさせてもらえない。この件から俺は、大川先生はあまり他人の話を聞かないで、自分の思い込みでことを進めるタイプなのかと想像したのだが、これは的中していた。大川先生は役職についているものの、口コミサイトや病院のレビューを見ても、全く話を聞いてくれない。この医師にかかるのはやめた方がいいと、実名を挙げられるほどの人材だったのだ。おまけに予約制の外来日は
待ち人数を見ても不人気が明らかで、大川先生の担当はすべてを丸投げする患者か、何も気づいていない患者。どうしても都合がつかず、担当医を変えられないので我慢している患者が目立つ。こうまで顕著だと、本人が気づいても良さそうなものだが、診察は効率重視だろ。話を聞く？ど素人の話聞いて何になるんだよ。そもそもネットの知識で素人が医者を疑おうなんておかしいだろ。身内が看護師だかなんだか知らないが、診察は医師の専門特許だ。文句があるなら医師免許取って出直してこい。丁寧な説明？言ってちゃんと理解できるならしてやるけど、するだけ時間の無駄だろ。要は、結果がすべてなんだから、そんなところにだらだら時間かける奴の気が知れないね。これが彼のモットーだ。気づくどころか、周りがおかしいとさえ思っている。担当患者は少なく横暴さが目立つものの、大川先生の腕は決して悪くない。それでも、独善的で融通の利かない態度に怯えている患者は多い。そして、大川先生の態度に気圧され、腰の引けている若手に指導することもあるらしい。俺も外来業務を開始して割とすぐに、医者は俺です。素人の患者が浅い知識であれこれ口出さないでくれます？診察するのは俺の仕事です。それが不満なら、どうぞお帰りください。と、患者や付き添いの家族に冷ややかに言い放つ大川先生の声を聞いている。こんな調子なので、受付には担当医を変えたいという患者が結構来るらしく、赴任してきたばかりの俺の外来の予約もみるみる埋まっていくほどだ。俺でこうなのだから、これまで他の医師はさぞ大変だっただろうと思うと、頭が下がる思いだ。あまりにも聞かなさすぎ、対話をおろそかにしすぎではと、言葉を選んで進言したことがある。しかし、大川先生は眉をつり上げ、はぁ、新人に言われる筋合いないんだけど、対話？俺たちが対話するのは病だろ？体の状態は検査結果が全部教えてくれる。患者の口なんかいちいち気にしていたら日が暮れるわ。どいつもこいつも結果治りゃ文句ないんだから、黙ってこっちに任せさせればそれでいいんだよ。不安だの不満だの、そんなのは看護師にでもぶちまけさせとけばいい。お前、医者のくせに医学舐めてんのか？甘ったれたこと言ってんなよ。と、嵐のように怒鳴り、その場を去ってしまった。おまけに、これ以降、そんなに素人の長話を聞けるなら暇なんだろうと、自分の患者の次回予約を俺の枠で取ってくる始末だ。患者も不審がるどころか喜んでいるので、俺も文句は言いにくい。どんどん外来も手術予定も詰まっていき、俺は何のために地方に来たんだっけと思ってしまうほどの忙しさとなっていった。そうしてしばらく経った頃、大川先生が冬木さんという女性患者の手術を行うこととなった。一度薬剤を使って炎症を抑えたものの、再発の兆候があったらしい。そんなに待てる状況ではなく、最短で手術できるのが大川先生しかいなかったのだ。冬木さんの家族は大川先生の口コミを知り、転院を希望したが、転院すると距離のある隣町まで行く必要がある。遠いとそれだけ見舞いが来にくくなるし、
寂しいから嫌だという冬木さん本人の強い希望があり、家族が折れる形となった。大川先生のしっかりした手術は、俺がここに赴任してきてから初めてだ。と思っていたら、手術の説明の日、大川先生は説明の場に俺を同席させた。効率のいい説明ってのを見せてやるから勉強しろ。だそうだ。冬木さんとその両親へ向けて始まった説明は案の定簡素で雑。不安を吐露する両親をぴしゃりと押さえつける物言いの数々で胃が痛む思いがした。おかげで後学のために同席すると紹介された俺が補足で説明を重ねる羽目になり、ただでさえ大川先生に不安を抱いている両親の顔は晴れるどころか曇るばかり。冬木さんと両親が退席後、俺は我慢の限界が来て、大川先生に噛みついた。大川先生、あんな説明ならしてないも同然でしょ。何が効率なんですか。あの両親、一つも納得していないですよ。こんなので質のいい医療と言えます？だが、大川先生の反応はあっさりしたものだ。はっ、質のいい医療？治れば文句ないだろう。口先でごまかすより結果だ。と言い捨てると出て行ってしまった。安心して医療を受けられることも質につながるはずなのに、なぜこうも乱暴なのだろうか。俺はきつく両の手を握りしめるばかりだった。そして手術の前日、俺は病棟の回診当番だったため、冬木さんの部屋を訪れた。特に不安そうな様子もなく、早く仕事に戻りたいと明るく話す冬木さんに、俺は少し安堵した。しかし、でも、いい加減これ取らないとなんですよね。すごい痛かったですもん。特にこのあたり。最近はなんかこのあたりとか腰回りも痛くって、両親や彼氏にも心配かけちゃいました。開けたらひどくなってましたとかだったらやだなぁ。と笑いながらお腹や腰をさすってみせる彼女に俺は違和感を抱く。なんだろうこのモヤモヤは。と自分でもよくわからない気持ちだ。それを払拭するため、回診を終えた俺は病棟を出て、冬木さんの手術資料が揃った準備室に向かう。映像資料をモニターに映し、写真を広げ、カルテの文章を丁寧にチェックしていく。痛い場所、痛くなってきた時期、他の訴えに最新の検査結果、先ほど聞いたばかりの冬木さんの話、頭の中で全てを重ねたとき、俺は勢いよく椅子から立ち上がった。なんだ、こうだか。何やってんだ？それは明日オペの患者の資料だろ。明日使うんだから、ちゃんと片付けとけよ。わざと邪魔でもしたら、お前またクビになるぞ。その時、たまたま準備室の前を大川先生が通りかかった。彼も手術室で準備をしていたらしい。これ幸いと、俺は今気づいたばかりの違和感の正体について、大川先生に訴えることにした。大川先生、検査やり直して、場合によっては退院に送りましょう。彼女は産婦人科の領域の疾患も抱えている可能性があると思います。はぁ？こうだ。お前何言ってんだ？彼女が痛みを訴えた場所、執刀予定の場所と少しずれてるんです。そして彼女のエコー検査の映像を見てください。ここ
ここに線が入ってて少し膨らんでいます。もしかしたらこれ、卵管じゃないですか？だとしたら、産婦人科、いえ、他院に協力を仰ぐ必要があります。だってこの病院、産婦人科なくなったばかりですよね。横目で睨みつけられ、ひるみそうになるが、俺は負けない。俺は彼女が抱える外科疾患の他に産婦人科の領域も絡むのではと考えたのだ。相談しようにも、この病院の産婦人科は少し前に完全撤退して別の病院に移っており、今の院内に産婦人科医は誰もいない。しかし大川先生は俺が差し出した映像にちらりと目をやると、その映像ならすでに夢に見るぐらいの時間眺めたが、お前の言う膨らみは俺には見えん。場所が違うのも腫れが続いたり動いたりがあるからだろう。妊娠が心配なら採血でも尿検査でも追加すればいいけど、最終月経も周期的にも問題はなかった。婦人科疾患を疑う所見がないんだよ。お前の違和感ごときで今から検査部まで動かして大事にするほどの価値もねえな。たく、土壇場で盾突きやがって、うざってえな。主治医の意見が絶対なんだよ。新入りは黙ってろ。と、言い捨てたのだった。でも、大川先生、このままここを放置すると破裂の恐れが。だから、破裂するような場所がねえっつってんだろ。お前の気持ちの問題に付き合ってらんねえんだよ。そんなに言うならお前、明日のオペ、時間空いてるのか？空いてなくても開けろ。助手としてオペ室に入れてやる。お前が間違っているのを目の前で見せてやるよ。ただし、くれぐれも邪魔すんなよ。またクビになりたくないならな。なおも食い下がるも、取り付く島もなく、大川先生は去って行ってしまった。後ろ姿からかなり怒っていることが伝わる。ここまで言われても、俺は自分の感じた違和感に自信があった。手術に立ち会っていいと言われたのは幸いとも言えると俺は考えた。主治医は聞く耳を持たない中、俺には何ができる？俺は資料を片付けながら必死で考えた。そして迎えた手術当日、大川先生の出頭は途中までは予定通りで順調そのものだった。なんなら、俺が想定していた事態が見えないことに、大川先生から蔑みや憤りが垣間見えていたくらいだ。しかし、その状況は、もともと摘出するはずだった部位を取り出した時に一変する。影に隠れていた別の臓器が視界に入ったのだ。そこは俺が指摘した通り、一部が膨らんでいる。大川先生は膨らみをじっと見つめている。横からそっと伺うと、昨日見ていた検査結果からも育っているのが見えた。割れていなくてよかったと胸をなで下ろしたが、ここまでになるとは俺も想定外だ。大川先生がそこに手を出し、処置をしようとしている様子が伺えるが、道具を持ち帰るばかりで一向に進まない。みるみるうちに大川先生の顔は焦りが見え始め、息も上がり、パニックに近い様子になっていた。このままでは時間の無駄遣いだ。大川先生、変わりましょうか？俺、少しですが、産婦人科の執刀経験あります。俺は、罵倒覚悟で大川先生に声をかけた。ああ、黙ってろ、新入りが。これぐらい、俺にでもできるに決まってるだろう。失礼ですけど、できるに決まっているってことは、経験ないってことですよね。なら、危険です。俺、変わります。
新入りは黙ってろっつってんだろ。邪魔すんな。看護師がうろたえるぐらいの勢いの押し問答をしていると、手術室のドアが開いて、誰かが入ってきた。いやあいやあ、大川先生、君が心配で見に来たよ。話は聞かせてもらった。執刀は幸田先生に代わりなさい。君は産婦人科系にはほぼ縁がないだろう。無理は禁物だよ。大丈夫。幸田先生ならできる。入ってきたのは手術着に身を包んだ院長だった。院長の言葉に唖然としている大川先生は動かない。いや、でも、院長、こいつは、もう一度言うよ、大川先生。そこを代わりなさい。幸田先生に任せるんだ。はっとした大川先生が手を退け、迎えに立った俺は、別室で用意してある機材を持ち込むよう、看護師に指示を出し、執刀継続の用意を整える。俺は、外に用意しておいた機材を手術室に入れると、それを使って細かい作業を始めた。昨日こっそり用意しておいて、本当に良かった。拡大鏡を使いながら、腫れた部分を丁寧に切開して、中身をきれいに取り除き、婦人科の臓器を傷つけず、なるべく残すように処置を進める。米粒に色を塗り分けるような作業だ。すべてを元通りに、とはいきそうもない状態なので、膨らみ、腫れた部分は切除して取り出す。しかし、その部分さえ取れば、あとは残せそうなことに、俺はそっと安堵し、息をつく。俺の専攻科の領域でもないが、以前の病院で担当してきた症例を思えば、少なくないケースだ。俺は瞬く間に処置を終えると、何が何だかという顔をしている大川先生にも声をかけて、一緒に閉腹し、手術を終えた。冬木さんの意識の戻りを確認し、大川先生と二人で冬木さんの両親に説明を終えると、俺たちを待ち構えている院長がいた。そのまま院長室まで連れてこられると、院長が話し出した。大川先生、幸田先生、お疲れ様。大変だったね。さて、少し話をしようか。大川先生、何のことかわかるね。私に聞きたいこともたくさんあるだろう。まあ。院長、なぜこいつと俺を変わらせたんです？こいつは新入り。冬木さんに診断をつけて、執刀を担当して準備してきたのは俺です。なぜ俺に執刀を継続させてくれなかったんですか？大川先生は至って静かに院長ににじり寄った。いやいや、私が知る限り、君には婦人科疾患の執刀経験はないだろう。昨日幸田先生が可能性の話を私にしてくれてね。幸田先生でも手が及ばない事態になったら、私が出ようと思っていたんだ。早いうちに専門医の診察も受けた方がいいから、一番近い産婦人科である病院にも話はつけてあるよ。さっきは外のモニターで見ていた感じだと、幸田先生でも十分だと思ったから、彼に託した。それだけだ。こんな新入りの話を、そんな大ごとに。大ごとにしたのは君だろう。幸田先生からの進言を真に受けず、誰にも相談しないで、一人で決めて執刀しようとしたのだからね。それに、彼は新入りだけど、未熟じゃないよ。実は近々、うちで総合診療科を始めようと思ってね。幸田先生は、そのために来てもらった。神の目を持つ先生だよ。
そう院長が発言した瞬間、大川先生は目を見開いて固まる。え、神の目？そうさ。彼の見立てがあったのなら、それは対策するに値する。彼はそれだけの実績がある。大川先生は知らなかったかな？大川先生は、もはや何も言葉を発するでもなく、口をポカンと開けていた。そう、俺は元は外科医だが、前の職場で勤務していたのは総合診療科だった。基本的には患者の訴えと検査結果等から最も適した診断をつけて診察に回すかだ。その中で俺はほんの少しの兆候を見逃さず確実に診断名につなげることから神の目と呼ばれていた。だが、俺も初めから何でも気づけて動くことができていたわけではない。俺はもともと要領も良く、医学生の中でも優秀な方だったので、医師になった当初は自分の能力を過信していた。とはいえ、医師としての勉強はしているつもりだったし、自分の知識にも自信があった。そのせいか、一人一人の患者と向き合い、話を聞くということを全くと言っていいほどしなかったのだ。要するに、当時の俺は今の大川先生と同じく、人ではなく病気を見ていたのである。しかし、先輩ではある非常勤の医師と二人で救急外来をしていたある日、俺に事件が起こる。運ばれてきた患者がつけていたヘルプマークの裏を読んだ俺は、患者の訴えもろくに聞かず、記されている病名と目の前の患者を勝手に結びつけ信じ込んだ。その結果、脳の血管の異常を見逃すところだったのだ。非常勤の医師がすぐに気づいて即治療のための行動に移ってくれたため、患者は大事には至らなかったが、救急外来が終わってから、俺はあらゆる場所に呼び出されることになる。こうだ。お前がやっていることは医師の仕事じゃない。診察とは、症状、訴え、検査結果をいろんな方面から調べて、結びつけて判断するものだろう。お前がやっていることは、患者を見ず、ただフローチャートに当てはめて、辿っているに過ぎない。医師免許持っているんだから、医者の仕事しろよ。そのままじゃ、大事なことを見逃して、また患者を危険にさらすぞ。と、方々から叱られ、呆れられ、俺は自分が起こしかけたことの重大さに気持ちを落とし続け、病む寸前だった。俺は完全に間違っていた。それだけがはっきりと突きつけられ、事実が重すぎてどうしていいかわからない。そんな俺に、あの日一緒に救急外来にいた非常勤の医師は、会うたびに声をかけてくれた。そこで勉強の仕方や、いろんな方向から判断する方法、思い込みを捨て、違和感に気づく考え方、自分が務める総合診療科の役割など、いろんな話をしてくれたのだ。診察してて、フォローチャートをたどるのは悪いことじゃない。ただ、矢印は一方方向だけじゃないからね。その矢印をどれだけ増やせるか、どこまでつなげていけるかだ。患者一人一人、文献一つでも矢印は増える。まず、丁寧に見て、話して、触れて、感じることが大事だよ。こんな話をしてもらってからの俺は、これまでの勉強の仕方を変え、患者一人一人にも丁寧に接するようにし、検査結果や論文もじっくり読み込んでは比較するようにした。専門外のことに関しては、積極的に他科の医師に質問し、手術や
処置に立ち会わせてもらったり、資料を貸してもらったりした。もう二度と同じことを起こさないという、俺の心に深く刻まれた決意からの行動だ。すると次第に見落としが減り、俺しか異常に気づかない検査結果が出始めた。写真で出る検査結果の読影も、心電図や脳波のモニターなんかも、気づけば俺が一番確実に読み取れると言われるようになった。確実に診断がつけられれば、自分で適切な手術をしっかり組むこともできるし、困難があれば、ふさわしい場所に助けを求めることもできる。こうして俺は見落としをせず、適切な診断をつける神の目と呼ばれるようになり、所属が外科から総合診療科へと移ったのだ。そんな俺が前の病院を出て、なぜここにいるかというと、ある学会で出会った院長からのヘッドハンティングだ。学会後に食事に誘われた俺は、年々診断がつかない患者が増えているため、総合診療科を新設したい。ぜひ、うちでその監修兼教育係をしてくれないかという話を聞くことになる。その頃、俺が勤めていた前の病院は、俺が教育した総合診療科の若手がしっかり育ってきていた。彼らがいてくれるならば、俺は安心して病院を去り、院長の誘いに乗れるのではと考えた。他の病院を回ることで、これまで見えていなかったものが見えるようになるかもしれない。そんな期待を込めて、俺はこの病院に赴任してきたのだった。そんなわけで、総合診療科を始めるために何が必要で、誰が適任で、どんな教育が必要なのかを、幸田先生に伝授してもらうつもりだったんだ。その前に、神の目の力を拝めるとは思っていなかったけれどもね。大川先生、君は幸田先生が持ってきたあの検査の映像で病変を見つけられなかった。そうだろう。大川先生は黙ったまま返事の仕方に困っているように下げた目線を泳がせている。実は私も言われてようやくそんな気がすると思ったくらいだ。だが実際開けてみたら病変があった。これが幸田先生の目なんだよ。そして本来担当でもない彼が違和感に気づいたきっかけは患者本人との会話だ。症状でたどるだけでなく、患者や家族の話を丁寧に聞くのがいかに大事かわかるだろう。実はそれを学んでほしくて、幸田先生のことを赴任初日から大川先生に任せたんだよ。これは俺も初耳な話だった。大川先生も驚いた顔をしている。君の一方的な診察や横暴な態度は耳に入っているよ。だが、君は決して悪い医者じゃない。その腕は確かだ。実力もある。幸田先生のように丁寧な診察や患者との接し方を少しでも吸収すれば、君はもっといい医者になるだろう。冬木さんを危険にさらしてもなお、自力で気づいてもらえなかったのは残念だが、君にもまだまだ成長の余地がある。ぜひとも、ここから頑張ってくれよ。院長はおおらかに笑いながら大川先生の肩をポンと叩いた。その時、大川先生の目から一筋の涙がこぼれ落ちる。まるで過去の自分を見ているようだと俺は思った。その後、大川先生はついていた役職を降りることになった。罰則などではなく、
本人の希望だ。大川先生は子供の頃に対応だけ丁寧で治療を受けても全く良くならない腕の医師にあたり辛い思いをしたことがあるようで、そこから何より大事なのは診断の確実さであり、患者との交流は二の次と思うようになったらしい。もう一度平野医師として患者と向き合いたいという話だったそうだ。その上で時々俺の診察室に見学に来たり、問診に立ち会ったりしている。検査結果を持ってきては意見を求められることも増えてきた。俺も院長と共に総合診療科設立の計画で多忙になってきたため、そんなに気にかけることはできないのだが、伝え聞く話でも大川先生が少しずつ変化してきているのを感じる。大川先生が話を聞いてくれる、質問し返してくれたと動揺している患者や看護師が出てきたのだ。ちらほらとだが、以前は腰が引けていた若手たちが積極的に質問に行ったり、見学したいと進言しているものも目にする。加えて俺も大川先生に診察を見学してもいいかと聞かれた際に交換条件を出していた。それは大川先生に手術の指導をしてもらうことだ。物言いがきつく、態度も悪かったために人気がなく、患者から手術を敬遠されることが多かった大川先生だが、その腕は悪くなく、他の外科医から意見や協力を求めるほど、つまり俺より執刀技術は上なのだ。俺は外科医なのに神の目の持ち主と言われるだけで腕は人並み。神の手にも近づきたい気持ちもあっての提案だったが、心よく引き受けてもらえ、俺も外科医の腕を磨く修行ができるようになった。最初に少し期待した通り、働く場所が変わると、不調を抱える患者たちの訴えも少しばかり変化したように感じる。この町にいい総合診療科を作ることが今の俺の目標だ。診察の技術と接遇、これはどっちを取りすぎてもいけない。バランスが大事なものだ。俺はこれからも患者の意見に耳を傾けて、早期の発見と治療に尽力しながら、より多くの患者を助けられるように、この腕を磨いていきたい。ご視聴ありがとうございました。下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いいたします。グッドボタンや動画の感想コメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。